服部先生がやってきたのは上市土佐山田。平野と山地の境目にあり、昔は米などの物流拠点として大いににぎわい、市内に注ぐ物部川の清らかな恵みにより醸造の町としても栄えました。そんな町に地元の方から愛され続ける蔵があります。こんにちは。こんにちは。ようこそ。いや、街中にあるんでびっくりしましたよ。いえいえ。明治6年創業の松尾酒造。迎えてくれたのは社長兼当時の7代目松尾貞之さん。今日はちょっと私らの友達が月に1回宴会やってるメンバーが新酒ができたんで、まあまあどうぞどうぞ。じゃあ、はい。もう大変だ大変だ。服部先生がお邪魔したのは近所の方が月に1回集まる酒席。おのおのが料理を持ち込み、松尾酒造のお酒を楽しむそう。しかもこの日は今年の新酒を一口。濁り酒なんだ。はいはい。酒造りは秋に収穫した新米を冬に仕込むのが一般的ですが、ここでは夏に収穫される早場米で日本一早い新酒の濁り酒を作っています。どうもありがとうございます。すいません、飲んだ。はいはい。まあ高知の珍しいちょっと甘口の酒でね。甘酒に酒加えたような感じですよね。そうそうそうなんですよね。これはうまいわ。ありがとうございます。1年に2回米を作る二木作発祥の地とも言われる高知。地元の方に日本一早く新酒を味わってもらいたい一心で夏仕込みを始めました。作るのは日本酒初心者でも飲みやすいもろみを絞るときに折を残す甘口の濁り酒。若い娘さんなんか日本酒あまり飲まない人たちでもこれだといくらでも飲めてすごく飲みやすくて美味しいです。ありがとうございます。これだけね、地元の人がねこうやって集まってこられていいねって言ってくれるじゃないですか。はい。どういう方向のものをお作りになりたいので。私酒をどうして作るかというのはやっぱりここにいるからにはここの方々が喜ぶ酒をどう作るかというのが一番で、素晴らしいコンテスト用の酒を作ろうというイメージはある意味ないんですよ。そんな松尾さんの矜持が詰まった一本が松尾きな純米吟醸の土佐宇宙酒。高知県って大元相互の県民性なので面白いことを言うて喜ばせるのが大好きなんですよ。宇宙へとりあえず酵母だけ持って行って宇宙メダカのように酵母が宇宙を見てきた酒というので売ろうというので始めたのがこの宇宙酒なんですよ。18年前土佐酒を全国に広めようと高知の酒造組合が計画し、およそ10日間宇宙を旅させた酵母で作りました。高知らしさの要するに切れ味のいい酒ということは基本としながらですね、物語を語りながら飲む酒っていうのはいいじゃないですか。そのロマンというか面白さがねやっぱり高知らしいなと思って。お味はねさっぱりしてるんですよね。そう、高知の酒ちょっとバナナ風の香りというかね。宇宙を旅した酵母はバナナ系の香りがする AA41。 分析では香りが若干強くなっていたそうです。それを受け止めまとめ上げる技の蓄積。松尾さんが受け継ぐ酒造りの真髄とは。松尾酒造の味の決め手は辛口感を出す酸味のバランス。
通常もろみを発酵させる時に出る酸が多くなると苦みが強くなるため、なるべく酸を抑えようとしますが、やっぱり毎年その原材料の違い、それから気候とか気温とかいろんなことで影響を受けますんでね。だから酸があっても落ちずに作ろうということで、酸がちょっと増えようがね、もうそれはあんまり気にせずに、その年によって例えば甘さ辛さが微妙に違ったり、今年はいいと思う方、今年はまあいまいちと思う方いろいろですけど、まあそれはそれで楽しんでいただく一つの要素ですので。その年の気候、お米、水すべてを最大限に尊重して毎年松尾酒造の味を作り出しているのです。今年どうですか？去年から美味しいです。変わるから面白いんです。変わるから毎年違う。毎年違うから面白い。結局毎年飲んでるんで、ある程度はブレないんですよ。ある程度ね。こういう会話をしたいわけですよ。だから私の作りたい酒ってのは、私の作りたい酒を飲んでる人の笑顔を見たいから作ってるっていうのが私の一番のモットーで。地元の人から愛され続ける土佐のロマンが詰まった宇宙酒、最高のマリアージュとは。この日のために地元の方が作ってきた郷土料理を味わいます。高知では姫一のからし煮と言いまして、姫一という魚をそれと柚子の皮とかブシュカンの皮を一緒に炊いてやるつまみなんですよ。まあ先生、こんなようなものは食べたことあると思います。この姫一のからし煮ってお食べになったことあります？初めてですね。まあ本当粋な味でね、これはご飯にね乗っけて一緒食べるとうまい。うまいですよね。うちはこの地域の喜んでもらう酒を作ってるということを自慢するのが一番ですよね。それがね、そうするとこういう料理に、その地域の料理に間違いなく合うと。宇宙酒のロマンに合わせる食材探し。土佐山田で服部先生が入手したのは、高知産の魚介や新生姜などの旬な野菜。魚介類と野菜の面白いものを入れてなんか考えられますね。果たしてどのような料理を完成させるのでしょう。いざ実食。姫一？姫一は佃煮しか作ったことがないので、こっちの人も全部入れてるんだ。いいね。これはね、バラちらしですね。生姜から始まってね、姫一だとか中トロ、アジ、全部これ合わさってるでしょ。で、甘さがホッとするんだね。それがいいところこれね。高知の味を宇宙のように散りばめた服部流バラちらし。その全貌とは。まずは旬の新生姜をサイコロ状に切り湯がいたら、甘酢ですね。甘酢につけ、食感のアクセントになるガリを作ります。ちらしのメインとなる姫一は塩を振り、もっちりとした食感にするため昆布締めに。具材の味を引き立たせる工夫は酢飯にも。酢、塩、砂糖を合わせた後、旬の柚子をたっぷりと。爽やかな酸味が魚のうまみを際立たせます。そしてそれぞれの味がこの盛り付けで。なんかほら、この銀河の雰囲気がこう散らばってる星のようにこう、ね、味に乗るという感じやろこれ。うまいこれ。これガリ？あ、それそうかも。あ、しょうがや。
いいよね、この生姜のこの感じがまこのた。切り方いいですね。ねイメージ。美味しいです美味しいです。このね、もっちり感がまたええね。宇宙酒の香りとものすごい合うね。合う合う。実はこの姫市にもお酒に合わせる服部流の技が。姫市を昆布締めにする前に昆布に酒を染み込ませます。使っているのは宇宙酒。もっちりとした食感を生み出すだけでなく、お酒の味をより引き立たせていたのです。じゃあね、いつも酒飲みながらちらし寿司雰囲気にメンバー集めてそれを持って楽しむという世界なので、こう集まって楽しいというほら。人と人、酒と料理、そのマリアージュも身近な宇宙。さあ、服部先生、次はどの蔵で会いましょう。